こちらでは、カスタマーサービススタッフミキの恋愛を描いた探偵小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、畳の上で始まる時々稽古。土曜の午後、愛知県扶桑町にある道場の畳の上で、ミキは柔道着の帯をキュッと結び直した。小柄だが俊敏。中学の頃からこの競技を続けてきた彼女にとって、柔道は心の拠り所だった。会社での電話応対で積み重なったストレスを、汗と一緒に畳の上に置いて帰る。それが習慣になっていた。ミキ、今日は柔道体験デーだから、新しい人が何人か来るらしいよ。そっか、了解。仲間の声に、ミキは軽くうなずいた。新しい人が来ると、道場は少し賑やかになる。そんな空気は嫌いではなかった。ほどなくして、道場の戸が開き、数人の男女は姿を現した。ミキはそのうちの一人に目が向く。背が高く、かっしりした肩幅。黒髪が少し無造作に揺れ、緊張した面持ちで礼をする。縦道です。よろしくお願いします。低めの声が畳の上に響く。真面目そうで、どこかぎこちない雰囲気に、周囲から拍手と軽い笑い声が上がった。柔道の基礎や体の動かし方、基本の受け身を練習した後、体験入門者たちは打ち込み稽古に移る。そして乱取り稽古の相手を決めるとき、ミキは縦道と組むことになった。縦道さん、お願いします。お手柔らかに、お願いします。いざ構えると、ミキはすぐに気づいた。足の運び方が不自然で、体の重心もぶれている。案の定、彼に軽く技をかけてみると、うわトンと大きな音を立てて縦道が宙を舞い、豪快に畳に落ちた。ちょっと、大丈夫ですか？大丈夫、です。額に汗を浮かべながら二度笑いする姿に、ミキは思わず吹き出しそうになるのをこらえた。けれど稽古が進むたび、縦道は次々と投げられ、転がり、立ち上がる。その必死さと不器用さが妙におかしくて、つい頬が緩む。周囲からも笑いが起こり、道場は和やかな空気に包まれた。なんだろう、不思議な人。初心者で全然できないのに、一生懸命で、見てるとこっちまで楽しくなる。その日の練習を終えて更衣室を出ると、玄関先で縦道が立っていた。大きなバッグを抱えて、どこか所在投げに。さっきはありがとうございました。実は柔道はまだ始めたばかりで。見ればわかりますよ。思わず笑いながらツッコミを入れると、彼は顔を赤くして笑った。しかし次の瞬間、ミキは耳を疑った。実は来週から三井さんと同じ会社で働くことになりまして。入社説明会の時、現場で三井さんをお見かけして、驚きのあまり声が裏返った。なんと縦道は、ミキの勤める会社の新入社員だったのだ。翌週、会社で再会した縦道は、スーツ姿でもやっぱりぎこちない。電話応対の研修では、受話器を持つ手が固まり、クレーム対応では真っ青になっていた。縦道くん、新人研修はどう？電話応対、思ったより難しいっすね。乱取り稽古の方がまだ楽です。乱取り稽古と比べるな。つい吹き出すと、彼も照れくさそうに笑い、周囲からも小さな笑い声が漏れた。縦道の教育係となったミキは、その後も、縦道を先輩としてサポートしていた。落ち込んでいる彼を励ますとき、言葉はいつも柔道に例えてしまう。ほら、一本取られたと思えばいいの。次は受け身をちゃんと取って、立ち上がればいいんだから。そう告げると、縦道の瞳がパッと輝いた。なるほど、先輩。柔道だけじゃなくて仕事でも支障っすね。バカ。ミキが軽く縦道の肩を小づく。笑顔を向けられた瞬間、ミキの胸が熱くなるのを悟られないために、とっさに手が動いていた。自分の顔が熱くなっているのがわかり、息が詰まりそうになる。やばい。何これ。こんな新人にドキドキしてるなんて。ある日の稽古帰り、二人でコンビニに寄り、アイスを片手に歩く。夜風が熱を冷ましてくれる中、縦道が不意に言った。先輩、
最近ちょっと技がかかるようになってきた気がするんです。確かに。立道くんは体がしっかりしてるから、立ち技は上達が早いね。受け身もだいぶ板についてきたし。でもまだ先輩には全然勝てないですけど。当然でしょ。私を投げるなんて10年早いわよ。軽口を交わしながら、二人で声を上げて笑う。その笑顔に、ミキはまた胸を押されるような感覚を覚えた。仕事でも道場でも一緒にいるのが当たり前みたいになってきてる。この気持ちって、やばいかも。翌週の道場。いつものように組み合うと、立道が大きな声を上げて技をかけてきた。せいや。ぐらりと中心を崩され、ミキは畳に倒れ込む。受け身を取りながら見上げると、勝ち誇ったように笑う立道の顔があった。やっと先輩を投げられました。汗に濡れた額、息を弾ませながらの笑顔。その眩しさに、ミキの胸が大きく跳ねた。今、私、完全に投げられた。心から。ミキは胸の奥が熱くなり、頬が赤くなるのを必死に隠そうとした。まあね。でも、次は返すから。精一杯強がって笑う声が、ほんの少し震えていることに、自分でも気づいていた。畳の上で、二人の距離は確実に縮まっていた。ミキの新しい恋は、受け身を取るいけ間もなく始まっていたのだった。先輩、もう一本お願いします。もちろん、今度は負けないわよ。二人はまた腕を組み合い、相手を見つめながら稽古を始める。もう、この気持ちは何なのよ。集中できない。はい。ミキは自分の気持ちの中にあるモヤモヤを投げ飛ばすように、縦道に背負い投げを仕掛けた。お送りしましたのは、短編小説、畳の上で始まるドキドキ稽古でした。カスタマーサービスで働く三井美樹さんと、彼女の勤める会社に新しく入社してきた立道さん。このお二人の柔道場での出会いから始まる、なんとも甘酸っぱい物語でしたね。まさにタイトル通りの畳の上で始まるドキドキ稽古でした。柔道という共通のフィールドと日常の職場という2つの舞台で2人の関係性が丁寧に描かれていました。まずこの物語の主人公である三井美樹さん、26歳のカスタマーサービススタッフで、柔道が心の拠り所というしっかりとした軸を持つ素敵な女性です。そしてもう一人の主役、立道さん。柔道体験で美樹さんと出会うのですが、彼の第一印象は背が高くがっしりした肩幅、真面目そうでどこかぎこちないというものでした。美樹さんは柔道の稽古で不器用ながらも必死に食らいつく立道さんの姿を見て、思わず頬が緩むのを感じていますね。不思議な人、初心者で全然できないのに一生懸命で、見てるとこっちまで楽しくなると、その時の美樹さんの心の声が印象的でした。この時点ですでに立道さんの頑張りが美樹さんの感情を動かし始めているのがわかります。この不器用ながらも一生懸命な姿というのは非常に魅力的に映ることが多いですよね。特に美樹さんのように自立した女性にとって、少し放っておけないような、守ってあげたくなるような感情が芽生えるきっかけにもなりそうです。まさにそうですね。人は完璧な人よりも少し欠点があったり、目標に向かってひたむきに頑張っている姿を見せる人に共感や親近感を抱きやすい傾向があります。心理学ではプラットフォール効果とも呼ばれていますね。優れた人が小さな失敗をすることで、より人間味が増して魅力的に感じられるというものです。立道さんの場合は最初から不器用な姿を見せていますが、それが美樹さんにとって良い方向に作用したと言えるでしょう。そして驚くことに、立道さんはなんと美樹さんと同じ会社の新入社員だったという展開。これで道場だけでなく職場でも2人の接点が生まれたわけです。これは偶然というにはできすぎた展開ですが、心理学的にはザイアンスの法則、つまり単純接触効果が関わってくるかもしれませんね。人は接触回数が増えるほど、その相手に好意を抱きやすくなるというものです。道場で会うだけでなく、会社でも毎日顔を合わせることで、お互いへの親近感や好意が自然と育まれていったのではないでしょうか。美樹さんが立道さんの教育係となり、仕事で落ち込む彼を柔道に例えて励ます場面も素敵でした。ほら、一本取られたと思えばいいの。
次は受け身をちゃんと取って立ち上がればいいんだからという言葉に、立道さんは目を輝かせて、先輩、柔道だけじゃなくて仕事でも師匠っすねと答えています。共通の趣味や活動を通じて絆が深まるのは恋愛においても非常に重要です。柔道という共通言語を持つことで、2人は仕事の場面でも互いを理解し支え合うことができる。共通の目標に向かって協力することで一体感が生まれ、信頼関係が構築されていくんですね。ミキさんの感情の変化もとても丁寧に描かれています。立道さんの笑顔に胸が熱くなる、一緒にいることが当たり前みたいになってきていると感じ、この気持ちってやばいかもと自覚し始めるシーンは、読んでいる私たちもドキドキしました。そして物語のクライマックスは道場での稽古の場面です。立道さんが初めてミキさんを投げた瞬間、やっと先輩を投げられましたと汗に濡れた額で息を弾ませながら笑う立道さんの姿に、ミキさんの胸は大きく跳ね上がります。今私完全に投げられた、心からというミキさんのモノログはこの物語のハイライトと言えるでしょう。まさにミキさんの恋心が完全に始まっていた瞬間でしたね。自分の気持ちに気づいて精一杯強がって笑う声が震えているという描写も非常にリアルで胸に迫るものがありました。この心から投げられたという表現は、柔道という物語の舞台とミキさんの恋の始まりを見事に重ね合わせています。恋愛において人はある瞬間に突然相手への強い感情を自覚することがあります。それまでの無自覚だった行為が特定の出来事をきっかけに一気に顕在化する。まさにミキさんの内面で起こったことです。そうですね。そして最後は、もうこの気持ちは何なのよ、集中できないと自分の恋心を投げ飛ばすかのように縦道に背負い投げを仕掛けるミキさんの姿で物語は幕を閉じます。2人の関係はこれからどうなっていくのか、想像が膨らみますね。恋愛は一方通行ではなく、相手との相互作用の中で育まれていくものです。この物語ではミキさんの視点で描かれていますが、縦道側にもきっと様々な感情の揺れ動きがあったはずです。カラがミキさんを、先輩、柔道だけじゃなくて仕事でも師匠っすねと尊敬の眼差しで見ている描写もありましたし、初めてミキさんを投げた時の達成感には単なる柔道の技の上達以上の感情が込められていたかもしれませんね。本当に柔道というスポーツを通じてお互いの人間性を知っていく過程が丁寧に描かれていました。身体的なぶつかり合いが心の距離を縮めていくというのもスポーツならではの素敵な関係性だなと感じました。そうですね。共通の情熱を共有し、互いに成長し合える関係というのは恋愛関係においても非常に健全で美しい形だと思います。この2人の畳の上での恋の稽古がこれからも素敵な一本を積み重ねていくことを願わずにはいられません。きっとそうでしょうね。さあ今夜は短編小説畳の上でドキドキ稽古を題材に恋愛心理学的な視点も交えながら解説をお届けしました。皆さんもご自身の恋の稽古頑張ってみてはいかがでしょうか。それではこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。最後まで聞いていただきありがとうございます。ミキのプロフィールはこちらです。趣味は柔道、26歳のカスタマーサービススタッフです。彼女のイラストギャラリー動画を YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。